ちは、レモネードです。築30年の賃貸に子供2人と一緒に暮らしています。こちらが我が家のダイニングキッチン。昭和の古い間取りなので DK は8畳でした。なかなか狭いです。この狭いキッチンでも快適に収納できる方法を考え抜いた結果、キッチンだけで浮かせる収納が18箇所もあったので順番に紹介していきます。シンク下の扉裏にはよく使うキッチン泡ハイターとパストリーゼを収納。引っ掛け収納に使っているのはダイソーのクリアマルチフック。特殊な形をしているフックなのですが、これがまたスプレー収納にぴったり。スプレーの隣にはビニール手袋収納。1枚ずつ片手でさっと取り出せるようになってます。家にあったクリアファイルで作りました。端をセロテープで留めて、取り出し口をハサミでくり抜くだけで簡単にできます。反対側の扉裏にはメラミンスポンジ収納。 Amazon で購入した貼って剥がせる魔法のテープで貼り付けています。取り出しやすくてとっても便利。 IH の下の扉裏にはオイルと調味料収納。料理中に秒で取れるのでめちゃくちゃ便利。ワンアクションで取り出せるのが最高です。扉裏に引っ掛けているフックはダイソーで購入したもの。ワイヤーネットとワイヤーカゴはセリアのものです。ネットもカゴも大きすぎると扉が閉まらなくなるので、購入前にしっかり大きさを測っておくのがおすすめ。次にこちらはメイドインジャパン燕三条のステンレス水切りラック。食器棚を置くスペースがなく、収納場所を増やすために設置しました。突っ張り式で足部分の奥行きはわずか 4.5 センチあれば設置できるので、狭い賃貸キッチンにはありがたい収納グッズ。使用頻度が高いスライサーは家にあったフックを使ってここに引っ掛け収納。使い終わって洗った後もここでそのまま乾かせる。時短料理に欠かせない調理バサミは無印の2連フックを使ってワンアクションで取れるようにしています。この水切りラック、付属品で包丁入れがついていたり、ペットボトルを乾かすところがあったり、布巾掛けもついていたり、かなり多機能です。そして使いやすい高さのこちらは我が家の一軍のいわきの保存容器の定位置にしています。100均のタッパーを卒業してこの耐熱ガラスの保存容器に乗り換えて早2年。 SNS でもめちゃくちゃ人気なやつで便利すぎたので2セット分購入して毎日使っています。便利ポイントは食洗機 OK、冷蔵はもちろんそのまま冷凍しても OK。 私のランチは大抵この冷凍したいつぞやの夕食の残りです。さらに蓋をしたままレンジも OK で、これグラタンなのですが、切った具材と下茹でしてないマカロニをレンチンだけで作る山本ゆりさんのレシピがめちゃくちゃ楽ちん。しかもなんとこのいわきの耐熱ガラス保存容器はオーブントースターも OK なので、グラタン作りのハードルがかなり下がりました。洗い物がこれ一つで済むのも本当に楽です。冷蔵庫の中で重ねやすく、蓋も透明なので中身も見やすい。このまま食卓に出せるのもお気に入りポイント。いわきの保存容器が好きすぎてだいぶ横道にそれてしまいましたが、そろそろ浮かせる収納に戻ります。水切りラックの横には同じくメイドインジャパン燕三条のステンレス調味料ラックを設置しています。突っ張り式のもので、こちらもかなりの大容量。マーナの調味料ポット第2個と小5個が一列にシンデレラフィット。この調味料ポットは蓋が通常のとは逆に開くので使いやすく、スプーンも埋もれないようになっていて、すり切り板もついている上に取り外しできるパッキンまでついていて、湿気対策バッチリの過去一の満足度。ひまわりで使う調理道具はダイソーの4連フックを使って収納しています。シンプルなデザインでレンジフードに引っ掛けられる便利グッズです。鍋とフライパンの蓋は IH 横の壁に浮かせて収納しています。こちらはダイソーのキッチンマルチハンガーというもので200円商品なのですが、かなりしっかりした粘着シートフックがついていて、耐荷重も 2kg で大きめの鍋蓋もしっかり置けてとっても便利です。この横の溝にスポッとはまるようになっていて、考えた人ほんと天才。小さめの蓋は持ち手が引っかかるようになっていました。汚れた時は取り外してさっと拭けるのでお手入れも簡単。壁のお掃除も楽にできるのでとても助かっています。オイル、調味料、調理道具、鍋の蓋などひまわりで使うものをまとめておいて、できるだけワンアクションでさっと取り出せるようにしたことで料理がかなり早くできるようになりました。この充電式の電動ミルも片手で使えてかなり便利なので概要欄に詳細を書いておきます。オープン収納なので好みは分かれるかと思いますが、色を黒か白かステンレスで統一しているのでごちゃごちゃ感は極力抑えられているかなと思ってます。あとたまに IH 周りに色々置くと掃除が大変ではとコメントをいただくこともあるのですが、我が家では揚げ物はノンフライヤーを使っているので油が盛大に飛び散るということはほとんどなく、お掃除は料理後にさっとアルカリ電解水で拭き取るくらいです。さてここから後半戦、水回りの浮かせる収納をご紹介していきます。こちらは食洗機用のジェルタブ入れ。夜洗いなしでも汚れがしっかり落ちるので液体洗剤から乗り換えました。ダイソーで購入したワンプッシュで蓋が開くゴミ箱の裏に差し込み式のフックを貼って浮かせています。これとっても便利な差し込み式フックなのですが、
ダイソーやセリアなどで売っています。食洗機までが最短距離で片手で全て完結するので、ここに浮かせておくのはかなり気に入ってます。ジェルタブが減ってきたらさっと取り外して詰め替えることができます。差し込み式フックだとこういう時にとても便利です。こちらは排水口ネット入れ。ダイソーやセリアに売っているプルアウトボックスの裏に先ほどと同じ差し込み式フックを貼ったもの。ハンドソープを入れて使っているこちらの自動ソープディスペンサーはダイソーの超強力マグネットと補助プレートを使って浮かせています。食器用洗剤を入れて使っているこちらの自動ソープディスペンサーはもともと付属していたフックを使って浮かせています。浮いていると下の拭き掃除がしやすいのでとっても便利です。食洗機で丸ごと洗えるダイソーのシリコンスポンジはマグネットフックに引っ掛け収納。このマグネットフック小さいけどかなり強力にくっつきます。いつも置き場所に困っていた小さいメラミンスポンジ。ある日はっと思いついて家にあった100均のリングフックを定位置にしたらとてもすっきり収まりました。このマグネット付きのスプレーボトルはタワーのもの。100均のアルカリ電解水を入れて使っています。マグネット付きのアルミホイルケースとラップケースはカインズで購入しました。ブラックとホワイトのシンプルなデザインでスタイリッシュ。最初はデザインに惹かれて購入したのですが、使ってみて驚いたのがこの切れ味。スパッと切れて使いやすい。朝はパン派。毎朝トーストを食べるので100均のミニトングをパン専用にしてここに引っ掛けてます。近くにあるのが使いやすい。キッチン横のベランダ。スリッパは外に置いておくとすぐ砂まみれになってしまう。だから窓の内側に100均のタオルハンガーを貼り付けて室内に置き場所を作りました。こんな感じで引っ掛けて収納しています。すりガラスで吸盤や両面テープがつかない場合はこの粘着剤がとっても便利。シリコンでできたものです。結構強力にくっつきます。剥がすときはこんな形で固まってペロンと剥がれます。レースカーテンを引けば目立たなくなるのでインテリアにもそこまで影響しません。キッチン用の踏み台はこんな感じで浮かせてます。ダイソーで見つけた超強力ピンフック。耐荷重はなんと10キロ。これを使うと重みのある踏み台もしっかり引っ掛けられます。ピンもすごく細いものなので賃貸でも大丈夫。浮かせるキッチン収納18選いかがでしたか？8畳ダイニングキッチンで狭いからこそ知恵を絞っていろいろ考えた結果、あまり動かなくてもサクサク料理ができるコックピットのようなキッチンになりました。今回紹介した商品は概要欄に載せてますので気になるものがあったらぜひチェックしてみてください。皆さんの収納の工夫もコメントで教えてもらえたら嬉しいです。普段は主に30秒のショート動画で暮らしのアイデアを発信しています。家事楽ネタを隙間時間にサクッと見ていただけるようになってますのでチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。最後までご視聴くださいまして本当にありがとうございました。